お疲れ様です。お疲れ様です。ラディズです。最近とても周りに支えてもらってるなって実感していて、動画を見てコメントや直接メッセージを送っていただいたり、機材を貸していただいたり、使う溶接機も実はいただき物で、作業を手伝いに来てくれた友人たちがいたりと、本当にみんなの愛を感じていて感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうしてありがとうみんな。やっぱりこう応援してるよとかで、それが僕らの力となって、励みになって、これからも頑張ろうって思えるすごく嬉しい言葉だなと、もうつくづく感じてます。やっててよかったなって思うね。そうだね。そしたら今日ですね、トラック増設ということで使っていく材料を紹介していきたいと思います。はい。はい、こんな感じです。開けていきましょう。はい、そうですね、今回使う材料ですね、説明していきたいと思います。こちら工具入れですね。でこれを使って収納ボックスを作っていきたいと思います。こちら塗料ですね。この遮熱顔料っていうのをですね、塗ることによってその太陽からの熱をブロックして、熱を4度から18度下げるっていうのが、これなんとそれ。これが遮熱塗料、遮熱顔料っていうやつですね。これなんとこれ。これ塗り塗りするの後で一緒にするか。であとはこれですね、さっきお伝えしたこれなんだ。溶接機ですね。半自動溶接機。これなんだマミ。これビーン。これ僕ちょっとやったことなくて、知り合いの方にご指導いただきました。その説もありがとうございます。でこれですね。これも買ってきました。こういうマスクですね。マスクがないと、ありがとう。ダディも大好きだよ。こういうマスクがないとですね、その溶接した時の強い光で目が痛くなってしまうということで、必ずつけてやっていきましょう。大好きだよ。そしたらじゃあ塗り塗りしていくか。持ってってくれる？あとこれですね、おなじみの L 字アングル。こちらはですね、トラックの柱を切断していくんですけども、それを補うための補強フレームを溶接機で組んで、そこに箱を入れていきたいと思います。ありがとう。これなんだ。これチクツ。そしたらですね、こちら箱を足付けして、この遮熱塗料を塗っていきたいと思います。見て。お願いします。ほら来る。あ、また。そしたら箱ですね、足付けしていきたいと思います。水性シリコン遮熱屋根用って書いてますね。でこの遮熱顔料、赤外線反射顔料配合ということで、その熱を4から18度下げる効果があります。そしたらこれを使って塗っていきたいと思います。これ大さん変身してた。うわダイナソー変身した。エマダイナソー。はい、そしてこれがですね、今回使う半自動溶接機ですね。でこれ読み方が多分ですけどブリサンシャインだと思います。ここにあるのが中に入っているワイヤーのスピードを調節するものだと思います。でこれが強さですね。弱いモードと強いモード、弱いモードの中での12と強いモードの中での12っていうやつだと思います。はい、そしてですね、中に入っているワイヤーなんですけど、
これを使っていきたいと思います。スズキットが出してる太さ 0.8 のノンガスフラックス入りワイヤーっていうのを使いたいと思います。でこれを使っていって使い心地がどうだとか、こうした方が良かったっていうのを伝えれたらなと思います。やっていきましょう。はい、そしたら練習をしていきたいと思います。まずですね、こちら一番最小パワーですね、やっていきたいと思います。で送り出す速さが1番でやっていきたいと思います。はい、こんな感じかな。必ずですね、目が痛くなってしまうので溶接用のマスク、目を保護するものを使ってください。それではやっていきます。はい、これが一発目ですね。ごめんなさい、ちょっと下手くそなんですけど、これちょっと途切れてしまってこうモコってなってしまうと思うんですよね。でちゃんとずっと続いてる方はこういう感じで綺麗にモコモコモコってなってます。でこれが一番最小パワーでやった感じです。で盛り具合もこんな感じですね。で次はこれを最強パワーでやっていきたいと思います。はい、マックスの2ですね。でこちらがマックスですね。はい、で盛り具合がですねこんな感じですね。ちょっとやってみた感じ、最強パワーの方が溶け込みやすい感じですかね。ちょっとパワー別にやってみました。でワイヤーを送るスピードを1のままで、こっちから最小の1番2番最強の1番2番ですね。で裏面こんな感じですね。やっぱ最強の2番の方がその鉄を溶かすパワーがすごいんでしょうね。これが最小でこれが最強ですね。ちょっとやってみた感じ、パワーとワイヤーを送るスピードですね、いいところがあると思うんで、それを見つけながらやっていきたいと思います。はい、アングルの方ですね、切り終わりました。そしてトラックのフレームに合わせてこういう感じに加工してあります。ただこのままだとこの部分がめちゃくちゃ弱くなるので、このアングルの切れ端を使ってこういう感じで補強を入れていきたいと思います。はい、補強した部分こんな感じです。そしたらちょっと仮止めしていきたいと思います。
はい、フレームがねはまりました。ありがとうございます。きつかった。溶接むずいっす。めちゃくちゃむずい。外につけるフレームをやっていきたいと思います。こんな感じで組みたいので、角の方を45度ずつ重なってる部分を切っていきたいと思います。こんな感じです。溶接機のワイヤーがですねなくなったので交換していきたいと思います。後ろ側ですね、この留め具があるので上げていただいたらこれが開きます。開いたらまずここを緩めていきます。はい、こんな感じです。そしたらこれを取っていただいて、で次ですね、ここを緩めていきたいと思います。こう緩めてもらったら上げていただいて、ここが開きます。で開いたらここなんですけど、表裏見ていただくとこれが 0.8、 裏が 0.6 って書いてます。でこれは何かというと、自分が持っているワイヤーの太さですね、それに合わせて使ってください。でこれが新しいワイヤーなんですけど、最初は止まってて、でそれを取った時にちゃんと押さえておかないとビヨーンってなります。このスタート地点ですね、押さえとくようにしてください。入れていただいて、でもう止めちゃいましょう。はい、で止めたらこれですね、通してここに穴があるのでこの中に通していきたいと思います。はい、でワイヤーが通ったらですね、これを締めていきたいんですけども、先ほど見ていただいたここ溝があるんですよね。その溝にしっかり当たっていることを確認して締めていきます。はい、 OK です。で締めたら次はですね、スイッチをオンにしていただいて、しっかりワイヤーが送り込まれていることを確認してください。はい、で多分ね今ここまでワイヤーが来てるんですけども、ちょっと詰まっちゃってるのでこれを外していきたいと思います。回していただいたら取れるのでこんな感じです。あ、出ましたね。でこれが詰まった時はこれですね、これもいただき物なんですけど、先っぽをですね持っておくと便利です。で通していきます。はい、これで OK ですね。はい、でこれでですねワイヤーの取り付けが完了です。お疲れ様です。ダディズです。フレームがですね終わったので、ここをぶち抜きたいと思います。そしてぶち抜く前にトラックですねちょっと説明させていただきたいんですけども、柱がいっぱいあって、その中でも切っていい柱と切ってはいけない柱があります。ちょっと見ていただきたいんですけど、トラックの四隅にあるこれ4つが支柱といって一番大事な柱ですね。でこれを切ってしまうと強度がめちゃくちゃ落ちるみたいです。そしてですね、細い赤の線が外壁とつながってる柱ですね。でその後の黄色い線なんですけど、これは切って大丈夫みたいです。はい、で黄色い線と細い赤い線の違いなんですけど、こういう感じでこっちはリベットが打たれてない柱ですね。でこれがリベットが打たれてる柱ということは、この外壁とこれはつながってます。でこれはつながってないです。はい、そしてこの一番太い柱ですね、1本2本で後ろに3本4本とあるんですけど、でそれを、つなぐのがこれラッシングレールっていうんですけど、これも、荷物を抑える用のレールですね。こうガリガリっつって、例えばこことここにベルトをつなげて、でその荷物が動かないようにするレールなんですけど、これも
めちゃくちゃ強度があるみたいです。何百キロ耐えれるって言ってましたね。ほんでこれも切ったらまずいですねまあ以前の動画で窓を開ける時に切ったんですけど、ただここは切ったとしてもそれを補う補強を入れてあげることによって大丈夫みたいです。ただこの支柱ですね、4本ある支柱は切ってはまずいです。開けていきましょう。あともう1点ですね、言い忘れたんですけど、柱がこう縦にあった時にそれを切ったらどうやって補強を入れるかというと、縦の柱を切ったら横に入れてあげる。でこういう横の柱をバスッと切ってしまったら縦に補強を入れてあげるっていうのも教えてもらいました。はい、取りました。この断熱材何年材でよかったですね。火花でいかれる。取れましたね。無事開きましたね。はい、そしたらですね、フレームをボルトで固定していきたいと思います。その時に使うのがボルトとバネ座とワッシャーを使っていきます。これは何かというと、ボルトの緩めを防止するために使います。でこちらワッシャーはですね、ボルトを締め付けた時に物を傷つけないように入れたいと思います。ボルトとワッシャー、そしてバネ座ですね、つける順番なんですけど、ボルトがこうあったらまずワッシャーですね。でワッシャー裏表があるんですけど、つるっとしてる方を壁側に入れます。でその後にこちらですね、でバネ座を入れていきます。でバネ座を入れてからこちらナット締めていきます。はい、形的にはこういう感じです。やっていきます。そしてですね、締め付けと一緒に穴が開いてるのでコーキング一緒にやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、ボックスをはめていきたいと思います。よいしょ。はまりました。ありがとうございます。これやばい、めちゃくちゃ嬉しいです。そしたらですね、ボルトで留めていきたいと思います。これをコントロールする。トントントンってする。シャキーンシャキーン怖い。シャキーンシャキーンする。怖っ。うん。気をつけてよ。わかった。わかった。いくよ。じゃあさりちゃんやってみる。イエーイ。次
誰がいいよってこといいよ。ちゃうの。オッケーオッケー。いきます。いくわ。こっちは？いきます。いきます。いくわ。こっちは？こっちは？お疲れ様でおす。疲れ様です。ダディズです。今回トラック増設っていうことで、今このキャビンですね、キャビン運転席の上に箱を増設しました。この作業6日かかってますやっば。やば。正直ね3回ぐらい心が折れました。怖い。いや折れかけたでも、いろんな方がいろんな形でサポートしてくれたおかげでこう完成することができたと僕は思ってます。それは違うよとか、こうした方がいいよとか、素敵な案を出してくれたり、あと初めて差し入れをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこのボックスなんですけど、バッテリーを入れたいかなって思ってます。バッテリー1個が40キロ、2つ合わせて80キロぐらいですかね。多く見積もっても90キロぐらい、90キロでも耐えれるような作りをしてますと思います自己責任でね。そうですね、こういう増設とかそういうトラックに穴を開けるとか柱を切るっていうのは、自己責任なんですけども、ただやっぱり自分がやりたい自分の理想を形にできるっていうのがやっぱ DIY のいいところだと思うので、しっかりリサーチしてトラックの構造を考えて何が一番ベストなのか、何をすべきなのかっていうのを考えながら作っていったらいいかなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。皆さんのご意見ご感想お待ちしてます。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。では。はい、そして今回ですね使うボルトが、使うボルトがですね、今回使うボルトで、はい。
はーい、わかりました。今日も自由やな。じゃあまたね。ママ前のからピピピピ。マミ大好き。みんな大好き。ありがとう。マミとダディ。ありがとう。